自然が豊かな国、ネパールの水って綺麗なの？それともやっぱりインフラが整っていなくて汚いのかな？そこで今回はネパールの意外な水事情についてお話ししていきたいと思います。Namaste everybody, Guy San is here. 今回は人にとって欠かせない水、そして特にもネパールの水の現状について詳しく深掘っていきたいと思います。日本では節水と言われても、そこまで気にせず生きていくことができますよね。私たちにとって水不足だーって言われても、水がないなんていうのはやっぱ想像しづらいんですよ。では、ネパールの水事情ってどうなんでしょうか？ネパールといえばヒマラヤ山脈の天然水といった綺麗な水が多いイメージがありませんか？けれどもヒマラヤから離れた都市部、カトマンズとかはどうなんでしょうか？今回の動画を通してネパールの水事情を知り、旅行する際やあっちへ移住した時の際のヒントになればなと思っています。このチャンネルはネパールに関わる様々な情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録、コメント欄の方で応援してくれると嬉しいです。では早速内容に入っていきましょう。ネパールには多くの水があります。人が生活用水として使用できるのは塩分を含まない淡水です。でも、海に囲まれていないネパールということは全てが淡水なんですね。実にネパールは世界で2番目に淡水の多い国と言われています。世界の淡水の 2.27% はネパールで手に入るんです。もしもこの水を全て活用できれば、トイレや風呂をじゃんじゃん使っても大丈夫なくらいですよね。果たしてネパールの水事情はこの理屈通りになっているのでしょうか？当然ながら日本とネパールの水環境っていうのは全く違うので、それを全く知らない状態で私たちがネパールにポーンって飛び込むと、って驚いてしまうこともあると思うんですね。そこで今回はネパールの水事情と私たちが観光客としてネパールに行った際にどのように水を手に入れることができるのかっていう方法をですね、ご紹介していきたいと思います。では行きますよ。ネパールには雨季があり、その時期は大量の雨が降ります。その量は凄まじく洪水が起きる時もあるんですね。でも実は水が豊富に思えるネパールでは節水をしなければならない生活が広がっています。なぜネパールはこれほど水が多いのに節水をしなければならないのでしょうか？この謎について簡単にお話しさせてください。これはですね、ネパールには多くの水あるんですけども、これを安全に使うためのインフラ整備が整っていないんですね。さらに多くの水はインドへと流れ着いているっていうことを皆さんご存知だったでしょうか？せっかくね、この水があればもっと発展とか貿易とかできるかもしれないんですけども、これをうまく活用できてないのがちょっとネパールのね、惜しいところなんですよ。なのでネパール人にとっては水、これめっちゃ貴重です。カトマンズの都市部には水道が通っているんですけども、供給が追いついていないんですね。数年前には5日から7日に1度しか水が来ないっていう時もあったようです。もう週に1回しか出ないんだったら、出たらめっちゃラッキーだよね。私も実はネパール初めて行った時、この問題にぶち当たりました。私はですね、ビラトナガラといったちょっとネパールから離れたインド寄りの都市に住んでいたんですけども、3日間水が出なかった。きついシャワーもトイレも全部きついよ後ほどまたお話ししていきますね。話を戻しまして、この水が来ない、これを防ぐために現在多くの家庭では水を溜めておく大きな桶のようなものが屋上にありまして、それを使って生活していることが多いです。しかしこのたまにしか来ない水、これも利用方法を間違えると危ないんですよ。前提としてネパールの水道水は日本のもののようにそのまま飲むことはできません。でもネパールの人飲んでるよと言ってですね、真似するとですね、イチコロです。お腹イチコロ。なので水道水飲まなきゃいけないっていう時はですね、絶対に沸騰させてから飲むことをお勧めします。でもやっぱ一番いいのはペットボトルのね、水を買っちゃうのがいいと思いますよ。もうほんと僕もう5回ぐらいネパールに行ってこんなネパール系 YouTube やってるんですけども、5回とも全部お腹壊していますでも好きだから大丈夫。水道水が出ない時のために公共の水を手に入れておくのも現地人にとっての方法の一つみたいです。主な手段は2つあります。まず1つ目はドゥンゲダーラです。ドゥンガは石、ダーラは水道という意味で、合わせてドゥンゲダーラと言います。これはみんなが使用できる公共の水道で、誰もが水を汲みに行ける場所なので、これ便利なんですよ。次に2つ目がサルバジャ・ニックダーラです。
多くの場合は水が垂れ流されている公共の水道です。で、この水源から日替わりで地区ごとに水が送られてくるので、水が来る日になるとですね、そこにピューってこの地区の人を並ぶ。次の日この地区の人が並ぶみたいな感じでですね、大混みします。大混み？ビジー。超混みます。で、これはですね、近所の人同士はもう場所を知っているし、来る日も分かってるみたいなので、観光客にはおすすめしないですね。もうあちらに住んでるね、日本人の方とかには、明日来るらしいよみたいな感じで教えてくれるらしいです。これは何とも言ってもやっぱネパール人のこの協調性というか優しさっていう部分が見えますよね。いい、好き。ネパールでは未だ多くの家庭が井戸を利用しています。日本人も昔は井戸を利用していましたが、最近の日本ではほとんど見かけなくなりましたよね。井戸の大きさは家庭によって様々です。だいたい90センチくらいのセメントのリングを埋めて作ります。深さは10メートルから15メートルぐらいが多いですね。しかし浅めの井戸の水は検査必要です。地面の動物や人間の尿の成分が含まれていることがあるみたいなんですよ。しかし深い井戸であればミネラルを含んだ綺麗な水を得ることも可能です。川に近いところにある井戸では手押しポンプで汲むことができますね。井戸からね、水を汲むって結構意外とね、ごめんなさい大変なんですけども結構楽しいんですよ。こうやってやって、水やって、止まっちゃったみたいな、一人でやる時のこの繰り返しね、楽しい。行きたいね、ネパール。でもですね、水が出ないっていう時にいろんな場所でこうやって公共の水があるよって言ってもですね、やはり水道水っていうのは非常に大事になってくるんですよ。なのでネパールの家庭の水道事情をこれから見ていきましょう。個人で契約している人の家には、ベクティガットダーラというメーターのついた水道管があります。いつも水が出るわけではないんですけども、水が来ている時に20リットル缶やポリタンクに水を溜めておきます。もうほんとある時に溜めておく。この精神が大事。雨降ったらこのポリタンクかけて水溜めるとかね、こういうのやるんすよね。ネパールの家の多くには地下や屋上にタンクが設置されています。地震対策で最近は小さめのタンクが増えてきました。蛇口から水が出ない時は溜めておいた水を水道管に送って使用します。しかし、ネパールの家の水道は重力で水を落としていくシステムが多く採用されていて、水圧が低い、そしてちょろちょろしか出ないっていう時もあるんですね。本当下にポリタンクがある時2回以上で使うとかはね、結構難しいんですよ。さらにネパールの水道は定期的な頻繁なメンテナンスが必要です。ネパールの水は結構砂の混じった水を利用しているため、時々蛇口が詰まってしまうんですね。これはもうほんと困った時のためにペットボトルの水もしっかりと用意しておいてください。マジね、水道出ない時のね、便所マジきついですからね。ガチャーって流れないじゃん。そういう時の水バーンって流すんですけど、その水がないってなった時の辛さね。俺前日に絶対にバケツに水汲んでたし、ペットボトルの水めっちゃ用意しました。はい。でもすごいサービスもあるんですよ。ネパールで水がなくなった時、給水車を呼ぶこともできるんですよ。とは言ってもですね、すぐに来てくれるわけでもないですし、絶対来てくれるわけでもないですし、本当に水があるかもわかんないです。それはもうネパールでのね、運次第です。でもですね、雨季の時は呼んだ日に来る時もあったり、乾季の時は数日来ないなんてこともあるんですよ。小さなトラックであれば狭い路地にも入っていけるんですけども、その分料金が高くなってしまいます。もうほんとこれはどうしてもという時の緊急手段で考えてみてください。今まで見てきた中では僕が使ってる人とか見たことないですね。隣の家とかで水もらえるし、ペットボトルの水バーってすごい売ってるので、そういうのを使ってるのが普通ですかね。次に、ネパールではこの水道水、どのような利用をしているんでしょうか。ネパールの人たちはこの水道水をいろんな場面で使っています。ここで大きく分けて2つの方法をお伝えしますね。まず1つ目はお風呂や洗顔などのために使う方法です。ですが日本人の方にとっては肌に合わないとかですね、たまたまシャワーしていて口に入った水が食中毒になっちゃう、お腹を壊してしまう原因になるっていうこともあるので気をつけてください。はい。2023年6月にネパールに行き、シャワーを浴びて食中毒になった男、下痢になった男でございます。2つ目の利用方法は食材や食器を洗うです。本当に綺麗な水を使ってるわけではないので、お皿とかを洗ってるとですね、ちょっと黄ばんだり茶色くなってしまう時もあるんですけども、ないよりは全然いいですよね。これは食べ終わったものの話をしていて、料理をするときはやっぱり安全な水。本当場所によってピンキリなんですけども、50円から150円ぐらいで買える20リットルこのボトル、こういった水を使って料理するのが結構多いです。いやーでもほんとピンキリですね。私がいた場所はそうだったんですけども、もう皆さん行った街とかで、この20リットルペットボトル水、いくらだったらぜひコメント欄で教えてください。しかし、こういった環境に慣れているネパール人であっても、
やはり水の汚染問題っていうのは解決していかなければならないことなんですね。そう、実は今現在の水質であると、ネパール人であっても病気になってしまう可能性が高いです。ネパール政府は水質改善と水の確保に取り組んでいるんですけども、まだまだ時間がかかってしまうでしょう。時には電力不足のために停電が起きたり、十分に下水処理が行われないまま汚れた水が河川へ放流されてしまうこともあります。本当ネパール人たちの大切な命を救うためにもですね、少しでも早くいい環境が整ったらいいなと思います。本当こういった活動をされている方がいましたらぜひ会ってみたいです。僕も本当やりたいんですけどね、本当やりたいで全部止まってしまうこの弱いガイさん。ぜひ皆さんいいアイデアがありましたら教えてください。そして僕めっちゃネパール行って活動したいんです。一緒にやりましょう。やれる人ぜひコメント待ってます。はい、次は私たち旅行者のお話になります。どうしても飲み水に困ってしまった場合はミネラルウォーターをお店で買いましょう。ただネパールの人たちからすれば、なんで飲み水買ってるのって思われるかもしれないんですけども、ほんと体調壊したら元も子もないんで、1週間2週間の旅行が半分潰れちゃうなんてあるんで、使いましょう。お金。免疫力が違うから、弱いから私たち。ね。はい、お疲れ様でした。ここで簡単に今回の動画のおさらいしていきましょう。ネパールにはたくさんの水があるんですけども、ネパールでもやはり水はとても重要になってきます。そしてネパールで水を手に入れる方法は4つありました。まず1つ目が公共の水を利用するということでした。本当に水が出ている場所に汲みに行くみたいなのができるんですね。でもね、観光客はね、ほぼやんないと思います。これは見たことない私の経験上です。はい。危ない。2つ目は井戸やタンクに溜めてある水を使うでしたね。井戸の水はですね、飲んだことも私ありますね。で、タンクの水はやっぱ服を洗ったりとか体を洗うって時に使っていました。3つ目は有料で給水車を呼ぶでしたね。これは僕本当に見たことはないんですけども、方法としてはあるみたいです。本当緊急時ですかね。病気とかで本当に必要ってなった時に使うのかもしれません。それ以外の時は近所の人とかですね、ミネラルウォーターをその辺で買って使えばいいのかなと思います。そして最後4つ目が水を購入する手段でした。もう絶対に家には水、ペットボトルたくさん用意しといてください。これちっちゃいのだとね、コスパ悪いんで20リットルのペットボトルお願いします。そして皆さん、いくらだったかコメントで書いてください。調査中です。はい。やっぱりネパールで生活するとですね、ついつい忘れがちな水のありがたさっていうのに気づくかなと思います。ここで気づいたことを必ず日本に持って帰ってきてですね、水の使い方だったり、友達や家族にもですね、こういった環境があるんだよ、だから水節水していこうよっていう声掛けをね、してくれると、私たちの将来の子供たちの未来につながるのではないかなと思います。今後も皆さんにネパールの情報をどんどんと発信していきます。私の目標はネパールのことならガイさんに聞こうとなることですので、チャンネル登録とコメント欄で応援してくれると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel.